原神心理学フータオの性格分析編。こんにちは、コバトーンです。今年の回答祭めっちゃ良かったですね。実質フータオの伝説任務みたいな扱いでした。プレイした皆さんからリクエストを大量にいただいたので、今回はフータオの性格分析をやっていこうと思います。ネタバレ注意。今回はフータオの伝説任務と2025年回答祭から情報を引用します。まだ内容を知らない人はネタバレに注意してください。また、キャラクターのプロフィール画面から見ることのできるキャラストも絡んできます。好感度を上げて自分で読みたいよって人は上げ終わってから見るといいでしょう。よければ次へどうぞ。フータオの人物像。フータオは幼い頃から天真爛漫です。3歳で逆立ちのまま有名著書を読んだり、6歳で学校をサボって棺桶で居眠りしたりしています。しかし、非凡な才能の持ち主です。8歳で王城の砲術を覚えるようになったそう。それをおじいさんも非常に喜んでいたみたいですね。そのおじいさんが王城堂75代目堂主。王城堂は生死の境界を維持することが仕事です。ただし、一般的なリーウェ人にとっては葬儀屋として知られています。そして、フータオのお父さんが76代目。フータオが77代目堂主です。フータオは見た目通りかなり若いです。こんなに若くして堂主になったことには理由があり、おじいさんとお父さんが早くに亡くなっているんですね。フータオのお父さんはフータオに物心がつく頃には亡くなっていました。無謀の丘での厄災を鎮めるために儀式に当たったのですが、式に触れすぎてしまい亡くなったのです。なので、フータオはおじいさんに育てられました。フータオが使っている帽子はおじいさんの残したもので、サイズ調整をした後、自分で育てた梅の枝を装飾としてつけて使っています。このおじいさんもフータオが13歳の時に亡くなってしまい、その葬儀を執り行ったのがフータオにとって初めての仕事だったそうです。非常に若い年齢ではありますが、それはもう見事に取り仕切ったそうで、葬儀屋や閣計たちの心をわしづかみにするほどだったみたいです。しかしながら、おじいさんにもう一度会いたかったフータオはこっそりと抜け出して無謀の丘にある教会に向かったそう。そこは生と死の境であり、死んだ人の魂と会うことができます。ところが何日待ってもおじいさんの魂はそこに現れませんでした。そんなフータオを見て現れた不思議な老婦人が言いました。その頑固な性格はフージーとそっくりじゃな。残念じゃが歴代の王城堂同士は決してこんなところで止まったりはせんよ。彼らは堂々と生き、堂々と悔いなく去るのじゃ。じゃから帰れ、お前がいるべき場所へ。それを聞いてフータオはなんとなく察しました。おじいちゃんは悔いのない堂々とした人生を送り、境界を越え、正しい場所へとすでに進んだのだと。だから私も堂々と受け入れようと。生を大切に死を恐れずに思いに従い最善を尽くす。おじいちゃんの言葉を思い出しながら笑みを浮かべ、帰路に着いたフータオ。帰り着いて荷物を整理していたら、空だったはずの袋に神の目が入っていたんだそうです。それ以降、いつ就任したのかは明かされていませんが、王城堂77代目堂主として過ごしています。今回の回答祭では、このおじいさんとお父さんが登場しましたね。先ほどの体験もあり、フータオは王城堂同士は悔いのない生き方をするべきと考えています。具体的には亡くなる際、王城堂同種たるものは一つか二つ程度しか物を残したりしないそう。おじいさんは帽子だけしか残さずに行ったのに、お父さんは未練をたくさん残して去っていったと二人を対比させる描き方になっていましたよね。お父さんとおじいちゃんに対する発言から、フータオの考え方がわかる描き方になっていました。回答祭のストーリーでは再び発生した無謀の丘周辺の異常に対して八文七文の陣を使うことになりました。これは強力な砲術である代わりに一つの門を担当する者の命を代償としてしまう可能性のある術です。そして今回犠牲になる可能性が高い場所がフータオの担当する無謀の丘にある死門。これは以前父がやり損ねたことの後始末でもあり、王城堂同種として向き合わねばならないと思っている部分でもあったんですね。みんなには死期に耐えられるだけの力があれば大丈夫なんて推論を伝えておきますが、実のところどうなるかわかりません。なのでフータオは悔いを残さないように友達たちへ挨拶に向かいます。そしてそれぞれに向けた吉五線を渡して言葉を送り、未練が残らないようにしていくのです。ここでのフータオはかなり徹底しています。直接会えなかった人の分を友人に任せてでも、とにかく手元から物が減っていくようにしているんですね。逆に旅人からもらってしまった停戦は勝利先生を介して返却するほどの徹底ぶりです。はい、このシーンからフータオがどれだけ未練を残さないことにこだわっているのかわかりますよね。おじいちゃんに示された同種としての生き方が根底に強くあるのが伺えます。そんなフータオは王城堂の掟について誰よりも詳しいです。伝統的な葬儀には様々なしきたりがありますが、それを理解した上で生きる者、死んだ者の双方を満足させる方法を提案する実力を兼ね備えています。まさに今回の回答祭でその一端が見られたので少し見てみましょう。
となると、楽器はやめた方がいいってことだね。ええ、今は仮設ですので、なるべくご近所に迷惑がかからないよう控えめにした方がいいと思いまして。わかった。お供えとして燃やすものは？紙でできた部屋や金庫、乗り物とか、何か要望はある？ひいおじい様は派手なのが好きではないので、大掛かりなお供えは必要ありません。それじゃあ、紙でできた服だけ用意しよう。派手にはならないし、ご家族の要望にも沿ってる。どうかな？お気遣いありがとうございます、風道主。骨灰号の用意は？ひいおじい様は2年ほど前、自分で埋もれ木を探し、職人に骨灰号を作らせました。今はイローフの古い屋敷に保管してあります。埋もれ木なら申し分ないね。燃えることも腐ることも、虫に食われる心配もない。もやと曹操はどうする？何か言われてない？簡略化することもできるけど、よく考えた方がいいだろうね。ちゃんとしとかないと、悲運商会は大きいのに仕事をする人がいないなんて非難されちゃうかもしれない。ええ、その通りですね。上の坊ちゃまも同じことを言っておりました。それと、往生堂はその点の作法を熟知しているから、どうすればいいかわかるはずだ、とも。私なら、山形の屋根をしたもやにして、一つの部屋に幕を2枚張るかな。36の席に新しい絹を敷いて、生地の模様は悲運紋にするね。あと、もやの前には月堂門を作って安楽椅子を置く。欄干は竹製にして、人種の固くまっすぐな性格を表すの。どうかな？ええ、すごくいいと思います。はい、すごいですね。全部見ると長いので一部カットしました。専門用語ラッシュで僕たちが理解できない部分はありますが、リーウェの文化的な文脈に沿った提案や意味付けをしていることがわかります。非常に博識で提案力が高い一面がわかりますね。実際、フータオが葬儀を執り行うようになってからは評判もいいそうで、葬儀そのものに対する印象も良くなっているんだとか。このように文化に対して深い造形を必要とするのが往生堂の仕事なので、各系を招いて従業員に知識を蓄えさせるようにしているそうです。勝利先生がまさにその各系ですね。ちなみに各系とは外部からのゲストでありながら内部の高官と同等に扱われる存在のこと。だから勝利先生は往生堂でも偉い人の扱いなんですね。とはいえ、各系が講師を務めてくれている間、フータオはどこかに行ってしまうそうです。野山を巡りながら詩をそらんじていたりするそうなんですが、普段の行動が独特すぎてサボりなのかも判別が難しいらしいです。ちなみにフータオは詩の才能でかなり有名みたいです。行明とは詩仲間でお互いに読み合ったりもするとか。行明は伝統にのっとったスタイルであるのに対し、フータオは自由で奇抜な創作センスみたいですね。しかしそれでいて巧みに練られた構成やリズムを持っているらしく、行明も負けを認めるほど。歩けばすぐに詩を思いつくそうで、無限の発想力を持つアイデアマンの側面も伺えますね。キャラストによると、陽光の浜の砂粒よりも多いと例えられるレベルらしいです。そんな溢れ出すアイデアゆえなのか、フータオは気候も多いですね。キャラストでは総務士の門についている石獅子を掃除してニャンイチ、ニャンジと名付けてペットだと言い張ってみたりしますし、普段から適当っぽい発言が多く見られる存在でもあります。つかみどころがない自由奔放さを持ちながら、高い才能と強い覚悟、そしてそれを磨き続ける志を持った人間がフータオと言えるのではないでしょうか。フータオのビッグ5。では、フータオのビッグ5を紹介していきましょう。ビッグ5について詳しくはこちらの動画で解説しているので、よかったらどうぞ。簡単に言えば、性格をまんべんなく表すことのできる分析方法です。心理学の論文などでは一番利用されている方法で、最も信頼されているものと言えるでしょう。そんな分析でざっくり見てみたところ、フータオの性格はこのようになりました。今まで見たことない形ですね。一つずつ紹介していきましょう。ここでいつもだったら神経症傾向から紹介するのですが、フータオに関しては開放性から説明しましょう。とても重要な性質となっています。開放性とは知的好奇心や芸術への関心、そしてアイデア性が含まれます。ここが重要で、フータオは無限にアイデアが湧いてくる性質を持っていますよね。さらに知識の吸収を怠りません。なので開放性はめちゃくちゃ高い人物なんです。しかも自然の中を歩いて回り、自然から学び、詩をそらんじる芸術性も備えています。開放性が高いキャラというのは、ホヨバースキャラだとルアン・メイみたいに何かに没頭して集中するタイプもいますが、フータオのようにいろいろな刺激の中でアイデアを広げるタイプもいるのです。
これが今回結構肝とも言える部分なので、ちょっとビッグ5から離れますが、しっかりめに解説しますね。アイデアマンに多い拡散的思考。人間の思考スタイルには2つあると言われています。一つが収束的思考、もう一つが拡散的思考です。収束的思考とは私たちが想像するいわゆる集中力みたいなもの。何か一つのことに没頭してひたすらそれの解決を目指す思考方法です。もう一つの拡散的思考とは連想を主体としたもので、一つのものからどんどん思考を展開していく考え方なんですね。例えばヒルチャールの仮面を見ただけで、仮面、初期ドットーレの仮面、なんか青っぽい、体調も青い、体調って釣りしてるヒルチャールとどう接するんだろうみたいな感じで次から次へと連想してしまうんですね。完全にどちらかの考え方だけをしているということではなく、この2つの考え方をバランスよく使いながら私たちは生活しています。ただし人によって偏りが結構あるんですよね。どっちを得意としているかみたいな感じです。社会的には収束的思考の方が評価されやすい傾向にあります。テストの計算を解いたりするのは大体収束的思考が必要とされますからね。一方で拡散的思考は制御が難しい反面、とんでもないアイデアマンになれる場合があります。制御が難しいというのも入ってくる情報からいちいち連想してしまうため、頭の中が常にうるさいんですね。なので一般的には集中力散漫みたいな評価をされてしまったり、落ち着きがないと言われてしまったりします。反射的に起こってしまう現象のため、常に周囲の環境から影響を受けてしまうような感じになっちゃうんですね。そのため環境をかなり選ぶ性質があります。例えば自然の中を歩いたり、一人になって周囲と切り離された環境で考え事をするとはかどるんですね。そうしてうまい具合に拡散的思考を制御できるようになると、発想力が武器になります。世界的な偉人でもダーウィンやカフカなんかがこのタイプだったみたいですね。さてここまで聞いてどうでしょう。フータオってまさにこのタイプじゃないですか。止めどなく溢れるアイデア力があり、他人からは落ち着きがないように見られがち、そして一人で自然の中を歩きながら考え事をするのを好む、まさに拡散的思考のタイプです。多分授業をサボったり各系の講義から抜け出してしまうのも、大勢でじっとしているのが苦手だからだと思います。座りっぱなしの授業だと拡散的思考の人には長すぎるんですよね。気になるものが他にどんどん出てきてしまうので、座ってるのがしんどいんですよ。今そっちが気になってるのにってなっちゃう感じ。だから一人で気の向くままに勉強した方がはかどる。なので抜け出しているんじゃないかなと思います。というわけでフータオは拡散的思考による止めどないアイデアが常に湧き続けている状態で、他人からすると突拍子もない言動はそのアイデアが溢れ出ている状態と言えるでしょう。先ほども言った通り、結構この特性は乗りこなすのが大変なので、生き方に大きな影響を与えます。改めて性格特性を見ながらまとめていきましょう。拡散的思考とフータオのビッグ5。ではビッグ5に戻りましょう。開放性は先ほど伝えた通り、非常に特徴的でありながら高い傾向にあります。次に神経症傾向です。これは精神の繊細さを表す指標。なので数値が高いほど繊細でメンタルが弱い感じになります。フータオはかなり低めということで、メンタルが強いことがわかりますね。これはなんとなくわかるのではないでしょうか。フータオが落ち込んだり悲しんだりしている様子は見たことがありませんよね。また動揺するところもほとんどありません。なのでかなり安定したメンタルを持っていると言って良いでしょう。後ほど説明するフータオの他の特性とも深く関わる特徴ですので覚えておいてください。次に外交性です。社交性やポジティブ性を表す指標ですね。フータオは結構高めです。フータオは物おじせず、基本的に誰とでもすぐに会話をします。そしてそんなにネガティブな話題を出しません。嘘なのか本当なのかわからない適当なことこそよく言いますが、大体常に明るいことを言います。生きていることを楽しむ彼女の考え方が出ている部分なんでしょうね。こういった突飛な発言の根源にも拡散的思考が絡んでいると考えられます。連想力、発想力が周囲よりも優れているので、収束的思考の人からすると話がぶっ飛んでいるように感じられることが多いんですね。なので拡散的思考からアイデアを拾い上げて、それが表に出る過程が突飛な行動に受け取られているんだと思います。それと同時に自分の内側でしっかり考えることもできます。しかしフータオの場合は自分の内側に没頭して考え事をするというよりは、自然の中で答えを探すようなスタイルが見受けられます。野山の中から無限のアイデアを得て、それをきっかけに考えを深めていくような感じです。なので自己理解は深いのですが、どちらかといえば内向性よりも開放性で自分を理解した感じがあります。というわけで総じて外向性高めと判断しました。次に誠実性です。これは辛いことでもコツコツとやり続けられる能力のこと。言わずもがな、これはめちゃくちゃ高いですよね。
今回の回答祭では自分が死んでしまうかもしれない儀式を準備し続けることになりました。めちゃくちゃしんどいはずです。しかし王城堂同種としての教授を持って最後まできちんと乗り越えましたよね。なので誠実性はめちゃくちゃ高いと言えるでしょう。とはいえ満点に届かないのは多少おちゃらけた部分があるからですね。フータオは自分の中から湧き上がるアイデアを言葉で表現したり行動に表したりします。それを表す以上完全に衝動性が抑えられているかといえば違います。なので基本はめちゃくちゃしっかり仕事もするし決まりも守るのですが、止めどないアイデアをせき止められないところでほんのちょっとのマイナス側なのです。次は調和性、他人への親切さを表す指標ですね。これも分かりやすく高いですよね。王城堂の仕事も基本的に人助けですし、フータオ個人としても友人たちには親切に接しています。ただたまに周りにいたずらをしたりしますが、純粋な悪意からやることはほぼありません。これもどちらかというと、こんなことしたらどんな顔するんだろうっていうアイデアが抑えられずに動いてしまっている感じ。それにプラスして周囲への好意の示し方としてそういう行動を出してしまっている雰囲気ですね。というのもやっぱり仲のいいシャンリンには積極的にいたずらをしたり、信頼していて距離も近い勝利先生にはぶら下がるような絡み方をしますが、行幸さんとか真面目な話題をする相手にはちゃんと対応しています。ある程度制御できているし、 TPO はフータオなりの基準で見極めているんですよね。なので完全に暴走してやっているというよりかは、適度にアイデアを発散したい欲を満たしつつ周囲へのコミュニケーションとしてもやっているっていう感じだと思います。というわけでフータオの性格と行動は彼女の集中力特性とかなり深く関わっていることがわかるでしょう。フータオのダークトライアドでは続いてフータオのダークトライアドを見ていきます。ダークトライアドとは3つ揃っていると危険な人物になりやすい性格特性のことです。1つずつは有用なことがありますが、3つ揃ってしまうと大体危険な人物になってしまいます。早速見ていきましょう。はい、こんな感じ。正直めっちゃ高いですね。1項目ずつ説明していきましょうか。まずサイコパシー、他人への共感能力の低さを表す指標です。フータオは結構高いですね。というのも彼女の行動を見るとなんとなく見えてきます。いろいろな人と関わることが多いフータオですが、感情面から共感して会話をすることはほとんどありません。確かに感情をおもんばかるシーンはあるのですが、どちらかというとこのシチュエーションにおいてはこのように思うだろうといった推論の上で発言しているような雰囲気があります。例えばパイモンのように共感力が高めなキャラであれば、誰かが泣いているところを見た場合、おい泣くなよ、おいらまで悲しくなってくるじゃないか、なあ旅人なんとかしてやれないかみたいな感じになります。しかしフータオは身内がなくなって、しかもこんなことが起きたんじゃ悲しむのも当然だよ、自暴自棄になった挙句王城堂のお客様になったなんて話、寝覚めが悪いでしょみたいな感じですよね。あくまでこういったケースではこう思うだろうといった推論で相手の感情を汲み取っているニュアンスが強いんですよね。また伝説任務でもあったように、相手が嫌がっているのにガンガン葬儀をセールスして怒られたりもしています。相手の感情を感覚的に感じ取る性質が薄いことがわかる描写ですよね。こういった特性はいわゆるモテるサイコパスの特徴だったりもします。サイコパスというのはある意味自分の感情から一歩引いたところに視点を持っていられるので、客観的に自分の魅力を把握できるんですよね。また他人がどういった性質を好むかも一歩引いたところから把握できます。そのためその最適解をなぞって動くことができるので非常に魅力的に見えるんです。さらにサイコパスは感情面で流されることがほとんどないため、一般的には芯のある人みたいに見えます。これも好かれやすい特性と言えますね。私たち第三者目線からすると、とても可愛らしい少女がしっかりと自分の信念を持って行動しているように感じます。でも時々理解不能な言動で振り回してきて、何を考えているのかなって不安になると思ったら、ちゃんとこちらの気持ちを考えてケアもしてくれたりする。なんか惚れちゃうの分かりませんか？いわゆるギャップ萌えの一種です。心理学的に解説すると、知覚コントラストってやつですね。私たちはコントラストによって物事を知覚しています。例えば冬場、暖かい家の中から外に出るとすごく寒いですよね。しかしある程度外にいると慣れてきたりします。そしてちょっと日向に行くだけであったかいなんて感じたりしますよね。別に日向の温度は室内よりも高くないのにです。このように私たちは直前との差で物事を感じ取っている性質があるんですね。それが知覚コントラスト。フータオみたいにサイコパスで行動がトリッキーだと、相手からしても何を考えているのかわからない感じがします。とても不安になるんですよね。しかしちゃんとこちらの気持ちを把握して安心させるところでしっかり安心させてくれると、そのギャップでものすごい安心したって感覚になってしまうんです。
私たちはそのように感情が動いた場面の記憶を強く保持する性質があるため、結果としてフータオはめちゃくちゃ安心できる人、すごくいい人みたいな印象になるんです。キャラクターデザイン的にも瞳孔が花の模様になっていることで可愛いんだけど、人間的な感情が少し読み取りにくいような感じになっていますよね。そのため僕たちは何を考えているのかわからないちょっとした不安をそこから受け取ります。しかしストーリーを通して感じられるフータオの人間的な安心感のギャップが来てやられてしまいやすくなるんです。本当に恐ろしいですよね。次にマキャベリアニズムです。目的のためには手段を選ばない性質ですね。まあ分かりやすく高いです。解答祭では問題に対処するために自分の命すらかけてしまいますし、実際旅人がいなかったら死んじゃってましたよね。なので往生堂としての目的を果たすためには手段を選んでいません。高得点でいいでしょう。そしてナルシシズム、自分のことが好きな性質。こちらに関しては数値の高い低いよりもその質が問題になります。端的に言えば良いナルシストと悪いナルシストがいるんです。良いナルシストとは自分のことが好きであるがゆえに自分のために努力することができるタイプ。ホヤバ作品であればアルジェンティを想像してもらうと分かりやすいでしょう。対して悪いナルシストとはドットーレやドゥジェ君みたいな人。大好きな自分を人よりも優れた存在でいさせるために嘘をついたり認識のすり替えを行っていきます。詳しくは過去の動画でも説明しているのでそちらをご参照ください。この観点で言えばフータオは良いナルシストと言えるでしょう。その前にまずナルシストかどうかなんですが、フータオはかなり自分を好きなタイプだと思います。また自分に自信を持っている様子も伺えますね。実際第三者目線で考えたとしてもフータオは可愛らしいルックスをしていますし、事実として能力も高いです。とはいえ過剰に持っているというわけではありません。白術との会話や解答祭での8問7問の字に対する発言からも自分がどこまでやることができてどこからが不確定要素なのかしっかりと把握しているニュアンスが伺えます。なので嘘をついてまで自分を盛るタイプではありません。つまりいいナルシストだと言えるでしょう。ただこの側面に関して少し気にかかる人もいると思うので次のコーナーでもう少し深掘りしてみます。フータオの嘘。フータオはよく嘘をつきます。先ほどナルシストの解説で嘘について触れました。せっかくなのでここで嘘の性質についても触れていきましょう。嘘をついてしまう性質として有名なものに虚言症や演技性パーソナリティ障害というものがあります。比較のために簡単に説明したいと思います。なお私はあくまで心理学について勉強するのが大好きな素人です。医学的な判断や診断はもちろんできませんのでご留意ください。なるべく誤解がないように話すつもりですが、もしお悩みの場合は専門のお医者さんに意見を求めてみてください。なお自分で調べてみたい人は DSM-5、DSM-4 といったキーワードで検索してみると専門的なことが調べられますので興味があればどうぞ。ここでは知識の入り口として興味を持ってもらう取っかかりとして解説しますので楽しみながら聞いていただけると嬉しいです。さて話を戻して虚言癖とは簡単に言えば嘘で問題を解決してしまう癖のことです。あなたも日常で困った時に小さな嘘をついてしまったことはあると思います。誰しもが小さな嘘はつくものですよね。しかしそれがたまたま何度もうまくいってしまって味を占めてしまうことがあります。そして嘘をつくことで問題が解決できると誤学習してしまってそれが常態化していってしまう。これが虚言癖です。常態化してしまうと本来は嘘をつかなくてよかったような内容ですら嘘で解決するようになります。もちろん私たちも経験がある通り嘘をつくと何かしら事実と破綻が生じてしまいますよね。なので社会生活においてはだんだんと問題が起きてきてしまうんです。こういった症状がエスカレートしていって日常生活や社会生活で支障をきたすようになってくると虚言癖と診断されるようになります。今の話からわかるように私たちにもうっすらと嘘をつく性質はあります。なので0か100で分かれるようなものではなくグラデーションになっていると覚えておくといいでしょう。ただあまりにも嘘をつく性質が強くなりすぎてしまうと問題が起こってきてしまうようなイメージです。本当にエスカレートするとミュンヒハウゼン症候群といって自分が病気であるとか体が痛いアピールをして他人の気を引こうとして嘘を連発する状態になります。もう少し印象の解像度を上げるために演技性パーソナリティ障害も解説します。演技性と名前にあるように非常に芝居がかった真似をするのが特徴です。その目的をシンプルに言えば注目を集めるためと言えるでしょう。例えば SNS で良い暮らしぶりを過剰にアピールする人です。本当にお金持ちなわけではないのに高級ホテルのラウンジに立ち寄ってそこで写真投稿することによってあたかも宿泊したかのように見せかけたりします。他にも高級車の隣で自撮りをしてあたかも自分のもののように自慢する人っていたりしますよね。こういった SNS 投稿はイメージしやすいかと思います。
SNS 以外でも必要以上に自分を大きく見せるような言動をして見せたり、有名人とつながっているようなアピールをしたり、逆にとんでもない不幸に見舞われた演技をして憐憫を集めようとする。そういった行為をするのが演技性パーソナリティ障害です。もちろん私たちにも多少は自分を持ってみせたい欲はありますよね。貴重な体験をしたら自慢してみたい気持ちにもなるでしょう。それは全然問題ありません。しかしこれもあまりに嘘で固めすぎたり、その嘘の内容がどんどんエスカレートしていって社会生活に支障をきたすような状態になったりするんですね。そうなると医学的な診断が下されることがあります。こういった内容の詳しい判断基準が書かれているのが先ほど紹介した DSM です。だいぶかいつまんでお伝えしたので、詳しく知りたい人は検索してみるのがおすすめです。知識は多角的に取り入れた方がいいですからね。参考まで。さて、フータオの話に戻りましょう。確かにフータオはよく嘘をつきます。しかし、今お伝えしたような虚言癖やミュンヒハウゼン症候群、あるいは演技性パーソナリティ障害のような嘘でしょうか。多分ちょっと違いますよね。嘘をつくことで自分に注目を集めたり、病気のふりをして庇護欲をくすぐったり、偉い人と自分を関連づけて実際以上に自分を持ったりしてはいないのです。というか、むしろ真逆に近い方向性の嘘をついているんですよね。例えば、フータオのキャラストにあるニャンイチ、ニャンジの話。リーウェにある狛犬のような石像に名前をつけてペットみたいな扱いをしていたというエピソードです。まるで本当に生きているペットかのように接していて、夜中にこっそり体を洗ってあげたりもしていたみたいですね。それを警備の兵士たちが見つけてギョッとしたんだけれども、しかし数日経ったらフータオは来なくなって、兵士たちが自分で石像を掃除しなくてはならなくなりましたとさ、みたいなお話です。確かに石像が生きたペットであるというのは明確に嘘です。というか、誰が聞いても嘘だとわかります。しかも夜中に行動しているため目立つこともありません。これは虚言癖や演技性パーソナリティ障害の嘘とは方向性が違いますよね。もし自分に注目を集めたいのであれば、もっともっともらしい嘘をつくはずです。例えば、オセルを倒した際に仙人たちが力を貸してくれたのは私が話をつけたからとかです。仙人の権威や名声にかこつけて自分の価値を上げるような嘘になるんですよ。石像がペットであるなんてあまりにもしょうもなさすぎます。言ってみれば嘘をつく価値がないんですね。さらに注目を集めたいのであれば夜中に行動したりなんてしません。昼間にもっと目立つ行動をするはずです。つまりこの嘘は注目を集めるためについている嘘ではないと言えるでしょう。さらに解答祭での嘘も同じことが言えます。今回フータオは自分は本当に死んでしまうかもしれないリスクを抱えていたわけですが、それを隠して平静を装いました。悔いを残さないようにという哲学に従ってみんなへ選別も渡しています。大丈夫大丈夫、問題ないからと嘘をついているわけです。もしこれがミュンヒハウゼン症候群的な嘘つきであれば違う嘘をつきます。もっと自分が危険な目に遭っていることを盛大にアピールするはずなんです。今回の儀式で私は死んでしまう、かわいそうでしょ、だから構ってよといった方向の行動をするはずなんですよね。フータオがやっているのはむしろ真逆の行動です。往生堂の哲学、自分の信念に沿った行動を取るための嘘なんですよね。そしてそれはリーウェを守るためでもあります。利己的な嘘ではなく、とても利他的な嘘なんですよ。これらのことからフータオの嘘は虚言癖や演技性パーソナリティ障害のようなタイプの嘘ではないと言えると思います。ではフータオの嘘はどんなタイプなのか、おおむね2種類に分類できると思います。一つはみんなのためにつく嘘ですね。今回の怪盗祭しかり、伝説任務のてってれーしかり、誰かを助けるためについている嘘です。もう一つが彼女のアイデアが溢れている状態が周囲から見えれば嘘に見えるって感じ。フータオはあまりにもアイデアが出てくるあまり空想の世界が強めに表に出る傾向にあります。それは詩を作る上では創作力にもなりますし、感受性とも言えるものです。先ほどのニャンイチニャンジの話や有名なヒルチャームの歌も、こうだったら面白いのになーといった空想から出てきたものだと思います。実際ヒルチャールを見ても誰がお兄さんで誰がお姉さんかなんてわからないですよね。つまりフータオのイメージ力や感受性から出てきているフィクション、つまり嘘なんです。フータオは湧き上がるイメージを常にちょっとずつ外へ発散しているタイプなので、彼女の中にあるフィクションの世界が周囲に漏れてきているような状態なんですね。それを周囲が見ればわけわかんない嘘ついてるとなるわけです。そしてフータオはちゃんと TPO はわきまえています。真面目な場ではきちんと礼節を持って対応していますし、嘘をついたとしてもみんなのための嘘しか言いません。一方、ふざけた個人的な面白そうだと思うフィクション的な嘘はシャンリンや旅人などの分かってくれる人にしか言わないんですよね。それか独り言です。
なので少なくともフータオは悪い嘘つきではないと言えるのではないでしょうか。まとめ、絶妙なバランスで成り立つキャラ、フータオ。いかがでしょう。フータオはものすごく拡散的思考が強いキャラクターで、その特性が強いがゆえに様々な性格特性に影響を与えていることが分かったのではないかと思います。現実の性格特性にも言えることですが、生まれ持った性質と上手に付き合って生きていくためにはこうするしかなかったといったようなことの積み重ねで性格が形成されていくケースはたくさんあります。このように体質や性格、境遇などはお互いに密接に関係しているので、キャラクターや人間を観察するときの参考にしてみると面白いですよ。また、フータオは非常に高いダークトライアドを持ちながら、正義のキャラクターにしっかりと落とし込めているところがすごいなと感心してしまいました。つかみどころがなくてよくわからないキャラクターではありますが、おそらくほとんどの人に聞いたら悪い人ではなく良い人だと答える人物でしょう。相変わらずホヨバースの人物造形にはびっくりしちゃいますね。そんなわけで複雑極まりないフータオの性格を分析してみました。今回の知識もあなたが原神を楽しむための一助として参考まで。